不動産屋さんの怪談です。これは私の妹が経験した不思議な話です。2004年頃、海外に住んでいた私の家族が正月に実家に勢ぞろいした時、家族写真を撮りました。その写真が出来上がると、妹の娘の N ちゃんの顔の左側に彼女と並ぶように顔のようなものが映っていたのです。妹も私と二人で驚いて、これ心霊写真じゃないの？などと言っていたのですが、そんなものが映るような場所でもないし、身近で死んだ人もいないので、よくある三点現象の一部だと片付けてしまいました。私は内心これは良くないかもとは思ったのですが、N ちゃんにも悪いし、特に N ちゃんの母親の妹はそういうことはあまりすぐには信じないタイプでしたので、そのまま放っておきました。その写真自体は実家で保存することになり、いつしかみんな忘れてしまいました。それから3年後、つまり2006年から2007年に明ける大晦日から元旦の夜に、妹は奇妙な夢を見たのです。妹の別れた夫、つまり N ちゃんの父親が妹の夢に出てきたのです。元夫とは、妹が以前住んでいた外国の人で、娘の N ちゃんに対しても無責任なところがあり、いろいろ複雑な事情があったため、別れた直後からずっと音信不通になっていました。その夢の中で彼は、あなたたち二人には何もしてあげられなかった。ごめんなさい。と寂しそうに言ったのです。妹にとっては日頃全く思い出すこともない過去の人だったので、なんで夢に出てきたのかすごく不思議だったそうです。妹はその夢の話を私にして、冗談でまさかあの人死んじゃったんじゃないのと言っていましたが、私もまさかねと思いました。正月の3日に私の家に友人 S さんが遊びに来てくれることになっていたので、妹も遊びに来ればいいと誘い、3人で我が家で正月の女子会をすることになりました。その友人の S さんなんですが、家系がいた子で、彼女もかなり霊感がありました。彼女が霊感があることは日頃そんなに意識しないのですが、その日は違いました。3人でいろんな世間話をしているとき、話題が妹の娘の N ちゃんの話になりました。すると突然 S さんが、まだ N ちゃんをお父さんに会わせてないのと全く脈絡のないことを言い出したのです。まるで妹が話した言葉に返答するようでした。それで私と妹は、何の話という感じになって、S さんがなぜ唐突にそんなことを言い出したのか聞きました。確かに会話を聞き間違えることもありますよね。すると S さんはびっくりして、今妹さんがまだ子供を父親に会わせていないって言ったから、ああそうなんだと思ったの。だからまだ N ちゃんを父親に会わせていないのって返答したのよ、というのです。妹は一言もそんなことは言っていないのです。私が横で全部会話を聞いていましたので、妹は何も話していませんでした。S さんは何度も狐につままれたように、確かに今私の目の前で妹さんがそう言ったのよ。はっきり聞いたというのです。S さんは妹の真正面にこたつを挟んで座っており、妹の口でまだ子供を父親には会わせていないとはっきり聞いたというのです。S さんは事の重要性が見えてきたようでした。妹にすぐ N ちゃんのお父さんに連絡した方がいい。できる限り早く連絡つけた方がいいというのです。S さんは帰り際まで何度も言っていました。すぐに連絡した方がいいと。
妹もさすがに S さんがどういう能力の持ち主かよく分かっていましたので、あえて十何年も連絡をつけなかった N ちゃんのお父さんの消息をすぐ調べようと思いました。もう十何年も前ですし、そもそも外国ですので、彼との共通の友人ですら消息が不明になっていました。そこで彼が住んでいる国の探偵事務所に連絡して、彼の消息を調べてもらいました。探偵事務所に依頼して5日後、すぐに探偵から妹に連絡がありました。今話す時間はありますかと聞かれて妹は、はいどうぞと答えると、非常に言いにくいことですが、例の男性はすでに亡くなっていましたというのです。妹はとてもびっくりしたそうです。2001年に49歳の若さでがんで亡くなっていたそうです。つまりその時から6年前にすでに亡くなっていたということですね。生きていれば当時でまだ55歳ですから、生きている方がはるかに可能性がありますから、よもや死んでいるとは夢にも思わなかったそうです。あの元旦の未明に見た夢は、彼が死んでいることにずっと気がついていない妹と娘に一言伝えたかったのでしょう。多分冒頭で話した心霊写真ですが、妹の娘 N ちゃんの横に写っていた顔らしきものは N ちゃんの父親だったのかもしれません。あの時からずっと死んでることを伝えたかったのでしょう。ところでその心霊写真ですが、実家にもどこにもないのです。確かに同じものと思われる家族写真はあるのですが、N ちゃんの横には何も写っていないのです。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。